小鳥を飼い、舞踊を見るのはそんなに立派な生活なのか。原稿用紙に向かい、目を血走らせて激しい情念を書きつける作家。芥川賞、芥川賞。薄暗く、うせかえるような悪臭が漂う船の底で、うなされるように叫び続ける無名の男。彼らをここまで突き動かしたもの。それは、日本で最も有名で、最も権威のある文学賞の存在でした。華やかなニュースの裏側に隠された、賞という名の底知れぬ引力。本日は、そんな権威の光と影に飲み込まれた人間たちの、生々しい残酷物語へご案内しましょう。皆さん、芥川賞と聞いて、どんなイメージを持ちますか？年に2回、選ばれた作家たちがフラッシュを浴びる、日本で最も神聖な文学賞。そう思っていませんか？しかし、時計の針を昭和10年、1935年に巻き戻すと、全く違う景色が見えてきます。実はこの賞、始まりは純粋な文学のためではなく、ある男のしたたかなビジネス戦略でした。賞を創設したのは、文藝春秋の社長であり、文壇の大親分と呼ばれた菊池寛です。彼は自身の雑誌のコラムであっけらかんとこう語っています。芥川賞なんてものは半分は雑誌の宣伝、うちの賑やかしのためにやるのだ。身も蓋もない本音ですよね。では、なぜ菊池寛は自前の文学賞を立ち上げる必要があったのでしょうか。想像してみてください。当時の文壇には、改造や中央公論という圧倒的な権威を持つ巨大雑誌が君臨していました。彼らはこぞって検証小説を募集し、新しい才能を発掘しては文壇を牛耳っていたのです。しかし、菊池寛はライバル誌の決定的な弱点を見抜いていました。彼らは賞を与えて新人を発掘するものの、その後は放置して全く育てようとしなかったのです。菊池寛自身、若い頃にはなかなか文壇に認められず、京都で一人悶々とした無名時代の劣等感を抱えていました。だからこそ彼は考えたのです。俺なら賞を与えた新人を徹底的に自分の雑誌で保護し、育て上げる。そうすれば、文藝春秋の陣営は自然と賑やかになるはずだ。こうして、亡き友、芥川龍之介の名前を冠した一種の囲い込み戦略がスタートしました。そして、第1回の芥川賞で、早速劇的な事件が起こります。記念すべき第1回を受賞したのは、石川達三という無名作家の総合という作品でした。実はこの石川達三、少し前に改造の検証小説に応募して、見事に佳作で落選していたのです。自社で落とした作家が、ライバルの芥川賞で大々的にデビューしてしまった。面白くないのは改造の編集者たちです。負け惜しみでしょうか。改造の編集者は、ある作家のもとを訪れて、こんな嫌味を言いました。石川さんも、うちの雑誌ではなく、芥川賞なんかでデビューして、損をしましたね。するとその作家は、笑ってこう言い返したそうです。いやいや、損をしたのはオタクの方でしょう。痛快ですよね。結果はどうなったか。石川達三は、その後も目覚ましい活躍を見せ、
芥川賞は世間の注目を一身に集めるようになります。焦った海蔵は、間もなく検証小説の募集そのものをやめてしまいました。菊池寛の思惑通り、芥川賞がライバルを完全に駆逐し、文壇の頂点に君臨した瞬間でした。しかし、こうして生まれた巨大な権威は、やがて抗いがたい光となって、数多くの無名作家たちの人生を深く翻弄していくことになります。芥川賞の歴史は、第1回から凄惨なドラマを伴って始まりました。その中心にいたのが、太宰治です。当時、盲腸炎の手術を受けた太宰は、激痛を和らげるために使ったパビナールという強い鎮痛剤の中毒になっていました。薬が切れると薬局の前にひざまずいて、どうか薬を分けてくださいと哀願するほどでした。困った人ですね。そんな身も心もボロボロの太宰にとって、芥川賞は喉から手が出るほど欲しい救済の光でした。しかし、第1回の選考結果は落選。しかも、選考委員の川端康成から、作者の現在の生活に嫌な雲はある、と、私生活の乱れを指摘されてしまいます。これに太宰は激高しました。雑誌に一文を送りつけ、あなたの文章の中に冷たい世間を感じた。刺してやりたいと思った。大悪党だ、と強烈な敵意にも似た怒りをぶちまけたのです。さらに彼の賞への執着は深まっていきます。第2回、第3回と選考が近づくたびに、太宰は選考委員の佐藤春夫の家へ日参しました。そして、家の玄関や客間の床にひれ伏して、号泣しながらこう訴えたのです。どうか、芥川賞を私にください。ご恩は一生忘れません。薬局の地面にひざまずいて薬を乞い、大作家の家の床にひれ伏して賞を請う。類いまれなる才能を持つ作家が、権威への渇望と、鎮痛剤の草世の狭間で心身をすり減らしていく。なんとも痛ましく残酷な光景ですよね。しかし、太宰治が権威の光に焼かれていたまさにその頃、華やかな文壇から遠く離れた薄暗い路地裏のどん底でも、芥川賞の底知れぬ力に魂を翻弄されようとしている男がいました。東京は隅田川、千住大橋のあたりです。そこに、ノアの箱舟と呼ばれる、キリスト教の救世軍が運営する古い船がつながれていました。どん底の不老者たちを収容するための半分水に浸かった老朽船です。男たちが薄汚い毛布にくるまってゴロゴロしている一周の漂う船底。その一番奥に狂い臨時という無名の文学青年が寝転がっていました。伸び放題の髪に武将髭。どこか裏ぶれたキリストのような顔立ちをした彼は、夜中になると決まってこう叫んだそうです。芥川賞、芥川賞。同室の不老者たちが目を覚まして迷惑するほど、うなされるように叫び続けたのです。彼は、郷里の家を売り払い、そのお金で自分だけの文学雑誌を作っていました。しかし、お金はすぐに底をつき、栄養失調で行き倒れ、この船底に収容されていたのです。彼の枕元には、大事に風呂敷に包まれた
1000枚もの小説の原稿がありました。しらみにまみれ、他の不老者が持ってきたゴールデンバットの吸い殻を拾って吸いながらも、彼は純粋な文学の炎を燃やし続けていたのです。狂いは、太宰治の騒動を知っていました。そして、寂しそうに笑ってこう言ったそうです。私は、太宰も好きだけれど、あれはみっともない。でも、私のような孤独な人間が世に出るには、芥川賞しかないんです。賞という細い雲の糸にすがりつくしかなかった、不器用すぎる魂。彼の運命がどうなっていくのか、それはまた後ほどお話ししましょう。誰もが血眼になって欲しがる芥川賞。しかし、昭和15年の第11回選考で、前代未聞の事件が起きます。なんと、受賞が内定した新人が賞を辞退したのです。辞退したのは高木拓という33歳の若きドイツ語講師でした。彼はあの文豪、幸田露伴の甥であり、東京帝国大学出身のエリートです。なぜ彼は名誉ある賞を蹴ったのでしょうか。実は同じ同人誌の仲間である桜田恒久という作家もこの時の候補に上がっていました。高木は自分が辞退すれば友人の桜田が賞をもらえるはずだと考えたのです。なんとも純粋で不器用な友情ですよね。しかし、この辞退劇に大激怒した人物がいました。他でもない賞の創設者である菊池寛です。自らが築き上げた最強の権威を傷つけられたと感じたのでしょう。菊池は雑誌のコラムで容赦ない言葉を浴びせます。活字にして発表した以上、賞をもらって困るようなら最初から書かなければいい。こんなものは素直に受けてくれないと、審査する者は迷惑である。凄まじい怒りですね。新人を保護すると言いながら、自分たちの引いたレールに乗らない者は許さない。賞という権威が持つ、絶対的な傲慢さが浮き彫りになった瞬間でした。結局、友人の桜田が繰り上げで受賞することはなく、この回の芥川賞は、該当者なしという寂しい結果に終わりました。良かれと思った行動が裏目に出る。人生とは難しいものですね。時代は昭和10年代後半。日本は戦争の泥沼へと突き進み、文学の自由も急速に奪われていきました。昭和13年の第6回。受賞したのは、日野足平の糞尿譚という作品でした。この時日野は兵隊として中国の戦線に従軍していました。たった一枚の推薦はがきから候補に上がり、見事に賞を射止めたのです。なんと受賞の知らせを伝えるため、選考委員の小林秀夫がわざわざ海を渡り、広州の戦線まで出向きました。上官から、芥川賞とは何ですかと聞かれた小林は、とっさにこう答えます。軍人の金糸勲章みたいなものです。これを聞いた部隊長は大喜びです。すぐさま部隊全員を中庭に整列させ、気をつけ、注目という号令のもと、戦場での陣中授賞式が執り行われました。文学賞が国家の威信を高める宣伝道具として使われたのです。
日野足平は、この後、麦と兵隊などの戦争文学で国民的な大ベストセラー作家となります。しかし、流行作家となった彼は、殺到する原稿依頼を断りきれず、戦後も過労と酒に体を蝕まれていきました。彼は後年、後進の松本清張が芥川賞を受賞した際、こんな祝電を送っています。芥川賞は作家を殺す恐ろしい賞である。その言葉は栄光の裏にある流行作家としての重圧を物語っています。一票の推薦が彼を国民的英雄にし、同時にその後の人生に重い十字架を背負わせた。なんとも皮肉な巡り合わせですね。さて、時計の針を戦後に進めましょう。あの隅田川の土屋船で、1000枚の原稿を抱えていた狂い臨時はどうなったのでしょうか。彼は戦争のどさくさに紛れて船を抜け出し、渋谷で靴磨きをしながら、相変わらず不器用に文学の夢を追いかけていました。しかし、昭和26年、彼の張り詰めていた緊張の糸を、くつりと切ってしまう出来事が起きます。安倍工房の壁という前衛的な小説が、芥川賞を受賞したのです。これまでの常識を覆すような斬新な作品でした。このニュースを知った狂いは、強烈な衝撃を受けました。あの作品はすごい。ああいう小説が芥川賞に通るなら、俺も一つやってやるぞ。長年くすぶっていた対抗心と、賞への妄執が一気に燃え上がったのです。彼は毎晩徹夜で原稿用紙に向かいました。しかし、焦れば焦るほど言葉はまとまらず、やがて彼は意味不明なことを口走り、感情のコントロールを失っていきます。ついに彼の精神は、現実世界との境界線を見失ってしまったのです。彼は松沢病院に収容されました。病院の鉄格子の奥、病室の片隅で、彼は小さな机に向かって一心不乱に鉛筆を動かしていました。しかし、その目にはもう何の感情も宿っていませんでした。彼が書き殴っていた原稿用紙には、ただ、芥川賞という文字だけが、幾重にも幾重にも塗りつぶされていたのです。昭和27年の夏、狂い臨時は、病室で他の患者と喧嘩になり、その最中に心臓麻痺を起こして亡くなりました。彼の遺構の中には、まとまった小説は一つも残されていませんでした。ただ、赤い鉛筆で乱暴に×印が引かれた、芥川賞という無数の文字だけが、みかん箱の中に残されていました。文字通り、権威という原因に全てを燃やし尽くした最後でした。戦後の混乱期を経て、芥川賞はさらにその姿を変えていきます。決定的な転換点となったのは、昭和31年、石原慎太郎の太陽の季節の登場でした。この石原慎太郎の受賞は、文学界にとどまらず、日本中の社会現象となりました。それまでの芥川賞の選考といえば、静かな場所で行われるものでした。しかし、この頃から、まるで内閣の組閣発表のように、50人、60人という記者が選考会場に殺到するようになります。候補者の家の前には、テレビ局の車が中継のために待ち構えている。テレビのライトが眩しく光り、
マイクが何本も受賞者に突きつけられる。純文学の神聖な場はいつの間にかタレント誕生の興行舞台へと変貌してしまったのです。あまりのお祭り騒ぎに、第21回受賞者の結城茂子という作家は、審査員たちに向かって堂々とこう苦言を呈しました。向こうの人を無用に恥ずかしめない方がよろしいのではないでしょうか。権威にこびない素晴らしい銀次ですよね。しかし、彼女の痛烈な批判も、巨大化したマスコミの大騒ぎというジェットエンジンの前では、かき消されてしまうのでした。一生こうなって、万骨狩る。一人の将軍が輝かしい功績を上げる足元には、数えきれないほどの兵士たちの白骨が転がっている。芥川賞の歴史は、まさにこの言葉の通りではないでしょうか。華やかな記者会見、鳴り止まないフラッシュ。栄光を手にした一人の受賞者の足元には、太宰治のように心身をすり減らして泣き叫んだ魂や、狂い臨時のように文学に準じた無数の万骨たちの怨念が眠っているのかもしれません。次にテレビやネットで文学賞のニュースを見るとき、皆さんはその華やかなスクリーンの向こう側に何を感じるでしょうか。このチャンネルでは資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。